はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回は部品名メインシャフトとして呼んでいるパーツを作っていこうと思います。この部品の加工はちょっと長くなってしまうので、前編後編というふうに2本で分けると思います。最初のパートではシャフト全体の形状を作っていくことを優先していきます。このシャフトはスプラインを作る都合があるので、次のパートでカッターの製作、そしてスプラインのカットをやっていこうと思います。はい、やっと出てきました。これがメインシャフトと呼んでいる部品となります。元のクランクシャフトの代わりにクラッチやオイルポンプなどを駆動させるためのシャフトとなります。はい、まずはセンター出しですね。やんないと。したら回すと。まだ全然ですね。こうか。よし。まずは、根元この辺までを24ジャストになるまでやってきます。まずは右側を一番太い部分に合わせて全体を削ります。とりあえず24になったので、次は2番目に太いところに合わせて全体を削っていきます。011。これで予定通りの寸法になりました。太い部分から加工してだんだん細い部分の加工へと移っていきます。よし。で、今ほぼぴったりのはず。ちょっと痩せちゃったか。96。なんだ。ここの部分に M14 で 1.0 のネジ切っておきます。台数あるので、普通に台数通すだけですね、これは。これを当てとけばいいか。今のうちにオイルの通り道を開けてしまいます。かなり深く掘らなくてはいけないので、いつもより慎重に進めていきます。標準ドリルで限界まで掘ったら、次はロングドリルに付け替えて、また限界まで掘っていきます。
さらに超ロングドリルを使ってまたギリギリまで掘っていきますね。ここが一番おっかないです。よし。で、所定の深さまでいったね。110。はい、これで片側からやる加工、一旦終わりですね。反転させて残りの加工を進めていきます。で、こっちの加工をやるんですけど、こっちの加工で一番めんどくさい部分というか、めんどくさい部分はクランクシャフトばらしてありますが、これで言うとこのジェネレーターのつくテーパーの部分ですね。これがやっぱ一番めんどくさいですね、正直なところ。これを作るために今のうちにこのテーパー測っときますね。なので一度このクランクシャフトをセットします。これで今綺麗な状態になりましたね。そしたら刃物台を緩めてと、あとは刃物台がテーパーと平行になるように傾けていきます。この場合ダイヤルゲージが触れなくなれば OK ですね。これでこの刃物台はテーパーに合いましたね。では右側をやった時と同じように太いところから順番に進めます。で 20.01 付近のはず。なんとか 20.09 20.009 なので 20.01 が目標ですから、だいたいぴったりですね。ここが 18.98 になってればいいので、18.979 ぴったりですね。これなら十分だと思います。そしたらテーパーを作ると。あとはここにテーパーですね。距離は 17.5 ミリになるように作れば必要量できるはずです。もう角度を合わせてあるのでこのまんまとできますね。
これで OK。アルミテーパーは、座りがいいね。問題なしと。はい、これでシャフトできました。スプラインに関しては道具がまだちょっと揃ってないので後になりますね。この次の動画でやろうと思います。なのでスプライン直前までやれるとこまでこのシャフトは進めます。はい、では歯車の加工をやっていくんですけど、これ直接掴んでもいいんですけど、3個やらなきゃいけないことも確定しているので、専用の、掴む用のジグ作ってきます。ジグの素材、なんか適当。そこら辺にあった端材ですね。使ってきます。これでこちらの面からやる加工は終わりました。外して反転させていきます。まずは不要部分削ってしまいますね。もう少したくさん残っていれば切って端材として取っとく予定でしたが、あまり残ってないので全部削り落とします。ドリルで開けた貫通穴をだいたい 50mm 程度まで拡大していきます。だいたい50ぐらいのはず。そうだね。49.77。この88。こんなもんかな。よし。これで貫通分で、あとはギアが入るようにします。外してはい、これでジグの基本形できましたね。ギアがスポッとはまると。これでギアごと今ぐるぐる回りますが、各所スリットを入れてギアががっちり固定できるようにジグとなります。はい、4箇所スリット OK ですね。ヤスリで簡単に仕上げて終わりです。ジグができたので歯車の方を加工していきます。ではセットして、まずは厚みの減らしからやっていきますか。こんなもんか。
ここの面を2ミリ削るのと、穴を、交差考えて 19.96 から97の間ぐらいに入るように開けてきます。はい、これで、ここの面は2ミリ落としましたね。そしたら下穴開けをやってと。あとは中ぐりで確認していくと。でこれで 19.96 になったはず。そうだね、97ぐらい。これで OK。はい、これで車の幅と内径はできました。あとやらなきゃいけないのは肉抜きの穴ですね。はい、ではセットと、ここら辺でいいか。はい、それでは芯出しと。こんなもんかな。で、00と。はい、原点は出たので、軽量化の穴ですね。はい、まず、均等穴開けモードと。半径が、半径が 18.57 で、エンター。スタートアングルはまあ0でいいね。0、エンター。エンドアングルは360で、エンター。穴の数は、必要なのは10なんですけど、この設定だと11にしないとうまくいかないから、11でエンター。これで1個目の穴座標出てるので、まあ、ちょっと怖いから、センタードリルをちょっと打ち込んでいくっていう感じですね。はい、まずホール1なので、ホール1、穴1なので、マイナス、これが0になるようにセットと。順としては、こんな感じで、0になったら、穴を開けと。よし、座標は問題ないので、このまま穴開けやっていきます。
はい、これでシャフトと歯車できましたね。あと作るのは、歯車をここに入れて、ベアリングの位置決めするカラーですね。まあ、ただのパイプなんで、これはまあ難しくはないですね。はい、次はベアリングの位置固定用のカラーですね。まあ、でもこれただの筒なんで、ちゃちゃっと終わらせてきますの全部タイムラプスでいいですね。編集してて気がつきましたが、アクションカメラのレンズに切削油が飛んでボケボケですね。はい、これで円筒できましたね。先方は今気持ち長くしてます。後で調整するので。はい、これで位置決め用のカラーですね。できました。シャフトに歯車にカラーと、あとはベアリング買ってあるのをくっつければいいんですね。それと残りの加工、ここのスプラインです。スプラインは今道具の準備をするところなので、その道具の材料が来るのを待ってる状態ですね。なので今回はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。